お客様の熱量にねホストがついてきてないと思う。負け組の顔してるわ。それは東京勝てないの。ローランドグループ大阪支部2周年イベントに密着。しかしビップルームが完全にあれですか。この状況っていうのはね、すごく悔しいです。こんなね、思いないところで、すいませんでした。はい。涙の公開処刑、その全貌を記録しました。先日配信したローランド地雷爆発の瞬間。マジで俺この後普通に閉めた方がいいと思うよこの店。ビビってるだけじゃねえの。昔6億売りました、すごい接客するんでしょうって。これ普通に撮影だからやってるんですか？普通にそれが本心だとしたら俺はマジやっていけないっすよこれ。昨年夜の街を取り巻く環境は一変。風営法改正をはじめとする規制強化がホスト業界を直撃。ローランドの右腕ユウ氏が取り仕切る大阪支部もその影響を大きく受けていた。シンプルに人が少ねえっていう。普通にその1店舗でやってられる状況じゃねえっていう。さらに深刻な求人難も相まって2店舗のホストを1カ所に集める合同営業に踏み切らざるを得なかった。そんな厳しい現状を変えようともがく中、トップ2人の大喧嘩に発展してしまったのだ。この衝突から2週間後、改めて大阪支部を訪れてみると、2026も頼んだ。ありがとう。おめでとうございます。お前店が出してるやつじゃん。お酒飲んだ後にこれは芸人。食べてって貸してね。この日も大阪2店舗の合同営業が行われていた。そうそう、だからいらっしゃいませ。意味ないんだよ。おいおいおいおはよお疲れ様です。美味しいもう朝からじゃん。う。じゃんじゃんバリバリです。おめでとうございます。ありがとうございます。まだまだ赤ん坊やけどな。2年はな。いやまずは10年愛される店作らなあかんな。愛してくれる？ 10年。そうよ。ありがとうございます。祝福モードが漂う店内。そう、この日は大阪の誕生日です。大阪、あ、会長います。桜大阪立ち上げて2年経ちました。今日でちょうど。おっし、気合入れてユウ氏にとってザクラブ大阪は初めて手掛けた特別な店。2周年記念日を自ら盛大に祝うため、ポケットマネーでカメラマンを呼び、お揃いのハッピやお土産の T シャツまで用意。いやマジでこの1週間めっちゃしんどかった。めっちゃしんどい。ほぼほぼオールみたいな。ずっと朝も上に朝もずっといる。上の部屋に。なんだ今日ここ朝の5時から何時間おるん俺。やばいやばい。とそこへ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。無事に機会になりまして。さてと、まあ雰囲気を見ていきましょうかね。あげよう。あげよう。はい。来客ってもうない？来客予定はもうない。ほぼない。ほぼないですけど、一応4件は残ってますね。はい。4件だけ？そうですね。はい。4件だけ。ちょっと寂しいな。ああ、そうです。一見にぎわっているように見える店内だが、シックとかだったらこういうイベントの時、親戚ないじゃないですか。
まあもう卓あるぐらいの勢いですからね。まあ今日ここまで VIP ルームが完全にあれですからね。こちらは元ホームレスヤンキー徳川隆一が代表を務める東京本店のイベント日の映像。まあこうテーブルとかも本当は2つくっつけてるんですけど、もうこの一個一個なんですよ。もう入りきらないぐらいの入客になってて、溢れんばかりの人。店内は異様なまでの盛り上がりを見せていた。座って座って、はい。まあちょっと寂しいわ。まあそうですね。は店の誕生日だなって思うと、やっぱ我が子の誕生日だからさ、やっぱ盛大にお祝いしたいじゃん。多分ね、お客様の熱量にねホストがついてきてないと思う。いや失礼だなと思ったな。そこの熱量に俺たちがもっと超える熱量じゃないと、やっぱ熱量のあるところにしか応援って集まらないと思ってそうて、この気持ちのままいったら多分ね、もうファンも離れていくと思うよ。負け組の顔してるわ。それは東京勝てないよね。東京のさんがもう勢いすごく来てさ、はい。徳川もね頑張ってるし、なんかもう徳川さんがイケイケだから俺たちも行きますよみたいな感じで、もう誰にも負ける気しないですわみたいな。で球児も集まってたりとかさ、そうやっぱり熱量に比例するから、トップの東京を引き合いに出し、有志に厳しい言葉を投げかけるローランド。しかしその厳しさはメディア出演や美容事業など多忙で大阪に足を運べないもどかしさの裏返しでもあった。はいはい来ました。はいありがとう。俺と俺のおかげで時々セレンです。ありがとう。まあ、うちの三男ですからね、この店は。三男。四男までいるからさ。四男も平等に扱わなダメで。一二三四。確かになんか俺さ、やっぱ子育て歴がないからさ、なんか子供のさ可愛がり方の力の分配わかんないわけよ。拗ねちゃう、可愛がらないと。三っていうか親としてこんなことや。すごい。すぎてその子供に順位つけるなんか。順位つけてない。誰も順位つけてない。俺らどっちの立場で担当したい。いやでもザクラブ大阪が順位つけてないって言ったけど、あえてつけるとしたらザクラブ大阪一番よ。そりゃそうやろ。いやそれはそうよ。逆にね。大阪しか私見てへんやん。大阪絶対1位や。1位だよ。本店いたら本店一番って言ってると思う。いや言ってないのよ。ほんまに大阪好き。好きだよ。大阪もっと来てや。来たいよ。いやもう来たいよじゃなくて来んねん。愛があれば来んねん。確かに。いやもっと来る。タジタジのローランドをよそに2周年イベントはクライマックスへ。開けます。注ぎます。この日最大の見せ場は配信で集まった投げ銭が形になった巨大シャンパンタワー。しかしこの華やかな場所には最大の地雷が潜んでいた。2周年、おいおいをね、こういった素敵なね、タワーでね、形を作ってくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。苦しい時もね、あるんですけども、しっかりと、まあ、この今の流れとかね、まあ、悩みとか、まあ、そういうのをしっかり糧に変えてね、これからも3年、4年、5年とね、続くようなお店をね、皆さん作っていくんで、これからも応援よろしくお願いします。よいしょ。よいしょ投げ銭してくれた皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。誰もがね、働きたいと思えるような、お店で働きたいって思ってるし、その中で自分が、上位であればいいなっていう気持ちで、まあ、今ずから大阪って、まあ、南でもそうだし、ね、日本全国見ても、正直そこまで、まだ、結果でやったりとか、まあ、注目度って言ったら、まだ薄くて、で、まあ、東京とね、大阪はまあ余計にね、まあ、東西で比較されることもあるんですけど、まあ、この状況っていうのがね、すごく悔しいです。はい、あんまりうまく言えないんですけど。はい。すいません。はい。まあ、こんなね、思いない
ことで、はい、すいませんでした。はい、優勝。総合優勝に輝いたのはザ・クラブ大阪です。おめでとうございます。かつて無双状態にあったグループナンバーワン店舗ザクラブ大阪。一方その頃東京支部はお家騒動に端を発した退店ラッシュで閉店の危機に。その窮地を救うべく売れっ子ホストが数多く在籍する大阪支部がヘルプに駆けつけるほどだった。しかしそれから時は流れ、形勢は逆転。素人集団と呼ばれた新人ホストたちが躍動。東京支部は勢いを取り戻していた。10人か。あれそんな少ないか。あれほんま？あれそれ抜いて10か。セレンが流した涙には思うように大阪支部を支えられない自分への思いがにじんでいた。はい、お疲れ様です。まあね、いい結果かというとそうではなかったんですが、まず俺が結構周年大事にしてんのよ。なぜなら、自分のね、大事な息子みたいな感じだから、自分の息子の誕生日って嬉しいじゃん。で、周年ってその1年1年で成長したなって、去年の周年よりも今年の周年の方がいいなって言い続けられる店作りをしていきたい。過去の栄光とか語るような店にしたくねえなっていう中で、去年の方が良かったっていうのはシンプルに残念だなって。あぐらをかいてたらすぐにこういう去年の方が良かったよねって言われるような店になっちゃうんで、そこは君たち次第だと思うし、今日きっかけにさすがにやべえよなって思えるかどうかだと思うからね。当事者意識持ってってください。 OK ですか？はい、じゃあおしまい。とここですいません。ここいいですか？あ、お疲れ様です。声を上げたのは掃除組のキラ。フレンチの三つ星レストランに勤務していた経歴を持ち、自分のお店を開業するためホストで働く苦労人だ。1位取ったら絶対言おうと思ってたんですけど、今日3位でもちょっと言わせてほしいんですけど、僕42万8000円で投げ銭で、3位なんですけど、僕の上ルナさんとユースさんで、ルナさんとセレンさんで、僕の下に幹部が5人いると思うんですけど、僕結構幹部の皆さんって店のためとか、ね、この店大好きだからとか言うと思うんですけど、幹部が決めたこのタワー、投げ銭タワーっていうので幹部がやっぱ背中見せてくれないと、やっぱ僕たちメンバーも夢見れないし、けどやっぱり去年はやっぱ皆さん頑張ってたから、俺たちも売れてなくてもそんな関係ないってこの店を持ってたら配信いっぱいつけてやれるよってのを先輩たちがいっぱい見せてくれたと思うんですよ。正直別に僕売れてないんでお金もめっちゃ困ってますし、携帯代払えてないですよって通知も来てたんですよ。けどそれでも僕は絶対幹部になった時背中見せる存在になりたいと思ってるんで、だから見せてくれたらもっともっと集まると思ってたんですけど、なんかそんな感じでもなくて、だから僕が幹部になった時のこととかいろいろ考えた時に、やっぱ皆さんに今日背中見せてほしかったなっていうのが一番の気持ちです。以上です。じゃあ一回締めよう。今言われたのは確かにな、俺も幹部は今のは言わしちゃダメだなって思うよ。自分の部下だしね。それしっかり気合い入れて、今日のこと忘れないようにしてね、いい経験してください。大丈夫ですか？はい。じゃあ一回解散で。はい。よし。ザ・みやびを襲う閉店危機。その余波はザクラブ大阪にも及び始めていた。